過去に大きなトラウマを持ってる方だね。あなたは一生懸命応援されたかもしれないね。表向き非常に頑張り屋さんで、決してね嘘をついてるってわけではないんだけど、あなたをちょっと騙す形になってしまったかもしれない。そうだね。とてもとても自我、もしくは自分の美意識、世界観がとても強い方で、どうしてもそれが崩せなかったよっていうメッセージが来るよね。その原動力にあるのはね、やっぱり幼い頃のトラウマっていうのが出てるね。それがある意味この方の原動力になってる、生きる力になってる。で、自分自身も偽りながら、そしてあなたのことも偽りながら頑張ってきたよって、なんとなく薄々感づいてたかもしれないけれども、傍らでずっと応援していたあなたの姿っていうのが見えます。ただね、これ最終的にはね、やっぱいろんな思いがあるけど、あなたがやっぱこの方から去ってったよっていうメッセージに取れますね。とても良い時もあったっていうのあるしね。だけれども、やっぱり去っていったっていうのが見えるかな。彼はそうだな、浮気をしてたかもしれない。そうね、とてもうつるぎな方で、異性関係がね、見たらっていうよりはもう、ある意味人間が好きなのかもしれないよね。本当に心の底から人を愛すことができないからこそ人に魅了されてしまって人ったらしな行動をとってしまうっていうのが、だからパートナーのあなたにとってはそれは裏切りになるわけなんだよね。でここにもやっぱりデパート、そしてクリエーションか、やっぱり何かこう出発、もうこのお相手様からね離れていくっていう力を感じます。ただね、やっぱね魅力のある方だとは思うんですよ。だから得るべきものは得て、ただただ何の成果もなかった、この方とお付き合いすることで何もなかったっていうわけじゃなくて、いろんな思いがあるんだけど、悔しい思いとかね、だけど学ぶべきところは学んでやっぱ去っていくよっていうのが出てるね。このお相手様はだけどね、もう気づかないっていうのが出てます。あなたがこの方のことをね、どれだけこの方のダメなところをどれだけ指摘しても、その指摘はこの方のアイデンティティのね核までは届かない。聞く耳が持てないし、その聞く必要性すら感じないよっていうのがね、メッセージとして伝わってきますね。今もこの方はね、どこかでね、浮気な、アバンチュールを楽しんでるよっていうのが出てるね。体の位置にはね、ロマンス、やっぱりロマンティックなカードが来てますね。この方から去ることによってあなたは真実の愛を得られますよっていうのがね出てる。ただこの方との約束はずっと尾を引くっていうのも出てるね。一方ね、お相手様はね病んでくっていうのが出てます。まだ今現時点ではねそこまで行ってない。まだ自分勝手な
独りよがりなロマンスの中でお相手様は生きてるよってのが出てる。だけれどもね、最終的にはね、やっぱり孤独に落ちちゃってね、病んでくよっていうのが出てる。人とね、本当のね、コミュニケーションが図れない。だからこそ人ったらしなんだよと。次から次へとね、とっかい引っかいね、人のとこ、人の懐に飛び込んでっちゃうっていうことかな。最終的にだけどね、愛想つかしてみんな去ってっちゃうのよ。もうこの方の愛にもうお腹いっぱいって言ってね、真実の愛を求めて、このお相手様、この方の元から去っていくっていうのが出てます。今現時点でまだね、このお相手様はね、そろそろ病み始めてるけれども、自分のその生き方の限界、アイデンティティの危機みたいなものをなんとなく感じてるけど、まだまだね、独りよがりなロマンスの中にいるっていうのが見えてます。ひょっとすれば過去世もね、同じような生き方してる人だよっていうのが出てるね。で、今世も、やっぱり課題を克服できずに同じことを繰り返しちゃうっていうメッセージが飛んでくる。でね、あと一回チャンスを与えられるというね、転生が聞こえます。この方は来世も人間界に戻ってくるでしょう。なんだろうね、本当に一番大切な人、本当は一番大切にしなくちゃいけない人、一番応援してくれた人、ね、身近にいる本当に感謝しなくちゃいけない人を傷つけてしまう人だけれども、あと一回チャンス与えてあげるよという転生が聞こえています。この方は結構勤勉な方じゃないのかな。頑張られた方だね。この方はさ、当初はね、すごく真面目な方だったんじゃないかな。もうバランス、矛盾を感じながらも、善と悪、陰と陽、月と太陽とかね、光と闇とか、そういうのをすごくね、こうバランス、矛盾を感じてるんだけど、なんとか自分の中でバランスをとって生きてきた人だよっていうのが出てるね。そんな純朴な、もしくは朴訥としたこの方のことをあなたは愛されていたんでしょう。ずっとそういう人であってほしかったっていうのが見えるね。ただね、やっぱりね、途中で変わっちゃうんですよね。まあ、いい意味なのか悪い意味なのかね、馬鹿正直なだけでは生きていけないっていうところで、この方はね、気づいちゃった。で、そこで
まあ一気に振り切れて爆心していくよっていうのがね見える。まあ最後エース・オブ・ワンズが来てるんだけどね、新たな情熱の芽生え、原初的なねエネジー、もう迷いがないんだよね。あなたからするとこの方が変わってしまったことっていうのがとても残念なこと、とても悲しいことに見えているんだけれども、この方からすると、お相手様からするとそう感じてない。ひょっとすれば自分は次元が上昇したんだと。だから今までの次元で相性が良かった人たちと反りが合わなくなるのもそれは当然のことなんだよって、お相手様も思ってるよっていうのがねメッセージとして伝わってくる。この方はあなたにね良かれと思ってね、良きことと思ってちょっと人の道に外れたようなことをずる賢いことを持ちかけるんだよね。であなたからするとすごくギョッとするわけ。ってそういう人だったのって思うようなこと。ただこのお相手様からすると全然そういうふうには感じてない。自分は新たな領域に突入していくんだ、成長していくんだっていうような、自分は次の次元で出会うべき人に出会うんだっていうことであなたを置いてきぼりにしてしまったんだよっていう、そのメッセージが飛んでくる。だからこの方からすれば、自分の行為、あなたを傷つけた、苦しめた、だけれどもそれはごく自然の流れなんだ、仕方がないことだったんだよっていうのがね伝わってきます。ちょっとね女性的な方っていうのが出てるよね。女的な強さ、こう女性の処世術の強さみたいなものを持ってる方だよって。カリスマって出てるし、こっちはカルマの燃焼、カルマを原動力として燃やすっていうのは出てるんだけど、非常に優雅なんだよね。結構危ういこと、結構どぎついこと、倫理的にギリギリのこととかって思うようなことなんだけど、この方はとても優雅にやってのける。この方の中ではそれは非常に成功法の処世だよっていうのがなんか聞こえてくる。だけどあなたにとってはちょっと理解できないし、裏切りだよね。そうなんだって聞こえるね。
やはりね、人として当たり前のことをやってるだけだ、当然のことをやってるだけだという人間力、土着した、そうだね、地に足がついたすごいパワーを、この方は持ってますね。土足で、裸足でね、あなたの心を踏みにじるような、だからあなたも何も言えないのよ。もうこのお相手様がね、もうさも正しいことをやってるように、言われちゃうから何も言えないっていうのが出てるよね。今世でね、過去世、荒屋敷にストックされてる今までの功徳を今世で使い果たしてしまうよっていうのが出てます。来世はちょっと雲行きが怪しい方というのが出ていますね。ただ非常にエネルギッシュな方ですので、75ぐらいまでね、エネルギッシュに生きられる。すごくね、力強く生きますよというメッセージが来てます。すごいよ。ね。むしろね、あなたに対してね、そんなことでくよくよしてんじゃないと。自分のことでもうこれ以上悩んだり悲しんだりしても無駄だよって。もうとっとと、忘れて新しい人生歩めっていうメッセージがね飛んでくるね。この方ね、来世はね、ひょっとすれば修羅道に入るかもしれないね。おおよそ人間界に戻ってくるだろうけど、ひょっとすれば修羅道に入っていく兆しが見えています。とてもとても強い方、経済力のある生活されてたけれども、ちょっと雲行きが怪しくなってきている。男女間の激しい入れ替わりっていうのが、見えますね。そもそも最初からね、この方はね、二股をかけてたよっていうのが見えるんだよね。一人が本妻のように、一人が愛人のように囲っていたよというのが見えます。非常に経済的にパワフルな方っていうのが出てるんだけれども、やっぱり、人生を積み重ねる、人生経験を積み重ねていく中で、愛にだらしなくなっていったって読むのがいいのかな。そうだね。本妻の方を最終的に捨ててしまって、
愛人の方と一緒になるよという流れが出てますね。ナイト・オブ・カップが最後来てますが、結構、激しい男と女のバトルがあったんじゃないかな。あなたを苦しめたあの人のたどる道ねえ、来世はどうなるのみたいなさ、そういうふうに考えると、ひょっとすればあなたが本妻的な立ち位置にいた方かもしれないよね。私がメインだよ、自分がメインだよって思ってたつもりが、お相手様は別の方を、囲ってらしたっていうような構図が見えますね。で、その愛人の方は非常に念が強い方でね、打ち勝つっていうのが出てますね。最終的に勝利を収めてあなたを苦しめたという構図が見えますね。なんとも言えないカードだよね。あなたを苦しめたあの人のね、今の頭の中こんな感じどうなんだろうね。ノスタルジーとかって出てるし、こっちはもう喜びとかかな。レコレットかな。もう芳醇な収穫。あるいはあなたを打ち負かした恋敵の今の心情かもしれないよね。アンチテーゼということで考えれば、ちょっと狂気じみてるようにも見えるよね。これはだけどやっぱり恋敵ということかもしれないよね。この方にもね、言い分はある、道理はあるけれども、ちょっとやばいよね。これはまたあなたを苦しめたお相手様の末路とも見えますが、今世逃げ切り来世低級霊域とメッセージが降りてきます。この方たちのね、独断と偏見に満ちた愛の勝利は今世を逃げ切ります。だけれども来世でそのツケを払うことになります。